なりたいチャンネルです。姉妹チャンネルの青虫の朗読チャンネルにもよろしくお願いします。魔王学院の不適合者第3章勇者学院編第83話勇者学院の授業第84話勇者たちの混乱朗読を始めます。魔王学院の不適合者第83話勇者学院の授業。ハイネは無邪気な笑みを覗かせた。あんまり人間を舐めると後悔するよ、お兄さん。そう言って彼らは大講堂の最前列へ去っていった。アノス君。エレオノールが小さく手招きをする。そばに寄ると彼女は小声で言った。コーラ、忠告したぞ。忘れたの？2000年前から変わっていないという話だろう。彼女はうなずく。なら、何も問題はない。何を企もうと無駄だということを思い知るのはいつも決まって人間の方だ。2000年前からな。その言葉を聞き、エレオノールはきょとんとした。アノス君って、もともとはなんて名前の魔族なの？同じだ。同じって、アノス、ボルディゴードってことかな？俺がうなずくと、エレオノールは首をひねった。記憶にないということだろう。人間は俺の名などすっかり忘れたようだな。でも、いくら名のある魔族だからって気をつけるんだぞ。そう釘を刺して、エレオノールはくるりときびすを返す。エレオノール。顔だけを振り向き、彼女は視線で疑問を向けてくる。転生前のお前の名は？アノス君と同じだぞ。僕もエレオノール。ずっとね。アゼシオンの重要人物なら一通り頭に入っているのだが、まるで聞き覚えがないな。根源を直接見ることができるほどだ。神話の時代でも名が知れないとは思えない。会ったことはないと思うぞ。だって、僕は君のことを知らないから。転生前の記憶があるということか。なら、俺が転生した後に生まれた可能性が高いな。おそらくは、暴虐の魔王の名がアボス、ディルエビアに書き換えられた後だろう。じゃあね。彼女はハイネたちのところへ去っていった。いつ会った？ミーシャが聞いてくる。ガイ・ラディーテに着いた日にたまたまな。最前列にいるエレオノールの姿を、ミーシャはじーっと見つめた。悲しそうに見える。エレオノールがか？ミーシャはこくりとうなずく。随分とのんきな性格に見えたが？表面はそう。エレオノールに視線を飛ばすが、相変わらずのほほんと緊張感のない表情を浮かべている。でも、違うかもしれない。わかりづらいということか？ミーシャはうなずく。忘れて。いや、少なくとも、エレオノールが勇者学院の企みを知っているのは確かだ。そして、彼女はそれに賛同できないのだろう。でなければ、俺に忠告などするわけもない。だとすれば、あののんきな性格の裏で、苦しんでいたとしても不思議はない。ミーシャの人を見抜く魔眼はかなりのものだからな。心に留めておこう。すると、ミーシャはパチパチと目をしばたかせる。アノスは優しい。お前は良い魔眼をしているからな。ふるふるとミーシャは首を横に振った。エレオノールのこと。俺がいらぬ世話を焼こうとしているとでも？違った？俺が転生している間に起きたことを知っていそうだからな。もしかすれば、それがアボス、ディルエビアにつながるかもしれぬ。そう口にするも、ミーシャはじっと俺を見上げている。つまらぬ企みに巻き込まれているのなら、そのついでに助けてやってもいいがな。ふふっとミーシャは笑った。アノスらしい。俺の心中を見透かすような視線をミーシャが向けてくる。やれやれ、なんともくすぐったいものだな。座る？ああ。大講堂の席は大きく2つに分かれている。張り紙によれば、中央から黒板に向かって右側が勇者学院、左側が魔王学院の席になっている。俺はミーシャと共に左側、中ほどの席に座った。ゆるりと待っていると、次第に生徒たちが続々と登校してくる。ミサやサーシャ、皇族派の連中や、ファンユニオンたちも大講堂に集まった。勇者学院の生徒たちも全員が出席したか、右側の席は一つを残して全てが埋まった。魔王学院が黒服と白服に分かれているように、勇者学院側も制服は黄色と藍色に分かれている。レドリアラオス、ハイネが黄色ということは、選抜クラス、ジェルガカノンがその制服なのだろう。
ヒーローの制服の生徒がそれほど人数がいないことから考えても、まず間違いあるまい。そろそろ授業開始の時刻になる。トントン、背中を指で叩かれた。アノス様、レイさんはどうしたんでしょうか？ミサが心配そうに言う。そういえば、まだ来ていないな。二度寝していたからな。起きられなかったのだろう。初日の授業にもかかわらず、ずぶとい男だ。まあ、たかだか授業だしな。あの男のことだ。遅刻をしても何食わぬ顔で現れるだろう。あはは、ですね。ちょうど鐘の音が鳴った。魔王学院とは違い、優しげな音色だ。大講堂に入ってきたのはメノウと、それから、いかつい顔をした壮年の男だ。赤い包囲をまとい、融通の利かなさそうな顔つきをしている。勇者学院の教師だろう。皆席に着くように。男が低い声を発すると、まだ立っていた生徒たちがすぐに着席した。本日はかねてから伝えてあった通り、学院交流を行う。魔王学院の諸君、私の名はディエゴ、カノン、イジェイシカ。勇者学院の学院長と選抜クラス、ジェルガカノンの担任を務めている。選抜クラスは学院長手から指導しているというわけか。相当な力の入れようだな。勇者の子孫たちの名前から察するに、ディエゴもカノンの生まれ変わりなのだろう。つまり、勇者学院の卒業生だ。勇者学院で学んだ者が、今度は勇者学院で教鞭を取り、そうして後世へ変わらぬ教えを伝えているといったところか。しかし、こいつも2000年前のあのカノンとは思えぬ。外れだな。我が門弟に紹介しよう。魔王学院で教師を務めるメノウ、ヒーストリア先生だ。長年、魔王学院で3回生を教えている優秀な方だ。皆、失礼のないように。メノウが一歩前に出る。メノウ、ヒーストリアよ。学院交流でしばらくお世話になるわ。よろしくね。微笑みながら、彼女はそう挨拶した。では、授業だが、本日は学院交流の初日、お互いに相手のこともよく知らない。故に学友となるため、簡単なレクリエーションから始める。ディエゴは黒板に魔法で文字を書いていく。学院別対抗授業、である。学院別対抗授業、大げさに聞こえるかもしれないが、それぞれの学院の生徒が出題を行い、それを相手の学院が回答する。正答率を競うというルールだ。なるほど。出題や回答で、相手の学院の得意分野やレベルが知れるというわけか。では、見本を見せるため、まず勇者学院側からの出題で始めるとしよう。序列2位、レドリアーノ。ディエゴの声で、レドリアーノは起立した。出題しろ。承知しました。レドリアーノはメガネを人差し指でクイッと上げる。では、まず初級問題からいきましょうか。勇者の魔法に、リヒド、というものがありますが、この効果と魔法術式を回答してください。魔王学院側の席がざわついた。こんなの、わかるわけねえよな。ああ、魔王学院じゃ習わないんだし。あ、でも、もしかして、3回生なら知ってるかも？すると、メノウが手を叩く。はいはい、みんな静かにしてね。じゃ、3回生のリーベストくん。リーベストは起立する。ごめんね、どう？わかるかな？いえ、わかりません。しかし、メノウ先生。これは、そもそも学院別対抗授業そのものに欠陥がありませんか？違う学院で習っていることを知っているわけがありませんし、一般的な問題以外は禁止にしないとまともなレクリエーションになりません。リーベストが苦言を呈する。十分に一般的なことだと思いますけどね。反論したのはレドリアーノだ。自らの勉強不足を棚に上げるのに授業そのものに穴があるようにおっしゃるのはいかがなものかと思いますが、リーベストはムッとした。でしたら、そちらは、ネドラの効果と魔法術式がわかるんでしょうかね。わかるはずがないといった表情を浮かべるリーベスト。しかし、レドリアーノは微笑した。ええ。彼は黒板に魔法術式を描いていく。同時に説明した。ネドラの魔法効果は、主に動物を魔力によって変化させることです。基本的には身体能力が強化されますが、動物の種類、また魔法の使い手によって変化は様々異なります。知性が減少するケースもあれば、
逆に人語を介するようになる場合もあります。動物がネドラで変化した姿を魔物と呼びます。現在のディルヘイドでは、一定の条件をクリアしない限り、動物にネドラを使うのは禁止されているようですね。リーベストはグーの音も出ない様子だ。いかがですか？正解だわ。レドリアーノの説明と描いた魔法術式を見て、感心したようにメノウは言う。しかし、まあ、そちらは3回生の方が初級問題にも全く歯が立たないご様子ですし、確かにお互いのレベル差を考えれば、この学院別対抗授業は取りやめた方がいいかもしれませんね。もしくは、何かハンデをつけるというのはどうでしょう？レドリアーノが言う。そうだな。まさか、リヒドも知らない生徒がいるとは。困ったようにディエゴがうなる。その表情にはあざとさが透けて見えた。ディエゴ先生、ちょっと。メノウがディエゴを連れて、教壇の隅の方へ移動する。ちょっと話が違うみたいなんだけど、今日のレクリエーションでは、お互いに相手が全然知らないことを勉強してきたって認識させるためのものよね。他の生徒には聞こえていないだろうが、俺の耳はしっかりとその言葉を捉えた。無論そうだが、さすがに常識的なレベルのことは知っていると思っていた。まさか魔王学院のレベルがここまで低いとは思わなかったのだ。いや、すまぬ。計算外だった。クスクスと勇者学院側から笑い声が漏れる。ディエゴの声はメノウと違い、全く抑えられていなかった。まるで、あえてそうしたかのようだ。諸君、笑うのは失礼だぞ。いくら低レベルだろうと、彼らなりに一生懸命やってのことなのだからな。メノウに背を向け、ディエゴは生徒たちに言う。その一瞬後、彼が薄笑いを浮かべたのを俺は見逃さなかった。発言自体も生徒たちをたしなめるようでいて、なんとも小馬鹿にしている。魔王学院に配慮しているのなら、こんな言葉は口にできまい。何せ一生懸命やって、この程度だと言っているのだからな。できるだけ、そちらのレベルに合わせる方法で考えよう。メノウは、唇を噛む。悔しいだろうが、表向きは敵意のないように装っているので、質が悪い。これでは魔王学院の生徒全員が勇者学院より格下だとみなされたも同然だ。万が一、ディエゴにその気がないとしても、無礼なことには変わらないだろう。こういういやらしい戦いは、魔族よりも人間が一段上なのだ。明確に敵対せずに他者を貶める術は、なかなかどうして愚直な魔族に真似できるものではない。少々、目に余るな。リヒドの魔法効果は武器や防具、道具に聖なる力を与えることだ。俺は立ち上がり、先ほどの出題に答える。簡単に言えば、リヒドを使うことにより、そのものの持つ機能が助長される。剣ならばよく切れるように、薬ならば薬効が増強される。また、リヒドが極まれば、ただのものを魔法具へ作り変えることも可能だ。もっとも、それには賢者100人分を超える膨大な魔力が必要となるため、そうそうできることではない。黒板に、リヒドの魔法術式を描いてやる。アノス君。メノウが顔をほころばせ、俺を見た。どうだ？正解だ、魔法術式も合っている。うなるようにディエゴは言う。だが、リヒドが極まれば、物を魔法具に作り変えることができる。というのはいささか誇張が過ぎるな。せいぜい魔法具に近い力を持つ。といった程度だろう。リヒドで魔法具を作ったという事実もない。そこそこ勉強はしているようだが、誇張された研究成果に騙されているようではまだまだだな。見下すようなディエゴの説明の後勇者学院側から失笑が漏れる。ちょっとマシな奴がいたと思ったが、やっぱりバカだったか。物を魔法具になんかできるわけないんだよな。魔法術式的に魔力は外から与えることしかできないんだから。だよな。魔法具っていうのは内から魔力が溢れるものを言うんだから。根本が違うっての。どうも、魔法概念の基礎を勘違いしちゃってるみたいだな、あいつ。やれやれ、相変わらず常識にとらわれすぎるな、人間というのは。そう言うと思ったぞ。知らないのなら、見せてやろう。俺は立ち上がり、教壇へ歩いていく。その途中、天井付近に飾られている剣を指さす。魔力を飛ばし、その剣をディエゴの目の前にゆっくりと落下させる。教壇に上がり、その剣に手をかざせば、
魔法陣が浮かび上がった。使ったのは、リヒド、だ。それを終えると、浮かせたままの剣をくるりと回転させ、エオディエゴに向ける。これは、まさか。ディエゴはおずおずとその剣に触れる。瞬間、その剣身は光り輝く魔力を発した。勇者学院の生徒たちがこぞって身を乗り出した。おい、嘘だろ、あの輝き。バカな、そんな、バカな、剣、だと？ありえない、リヒド、で魔法具どころか、聖剣を作ったっていうのか？待てよ、そういう問題じゃないだろ。あいつは魔族じゃないのか。そもそも、リヒドを使えるはずがないのに、あれは、勇者だけに許された魔法だ。呆然とディエゴは聖剣を見つめている。目の前で起きたことが、未だ信じられないといった様子だ。常識ばかりにとらわれず、もっとよく深淵を見つめるのだな。ディエゴ、学院の長ともあろう者が正解を知らぬようでは、生徒全員が馬鹿にされてしまうぞ。第84話、勇者たちの混乱。キビスを返し、俺は席に戻っていく。ファンユニオンの女子生徒がうっとりとした表情で声を上げた。もう、やっぱり、最高だよ。アノス様。やってほしい時に、やってくれるんだもん。もう一生ついてく。私もでも、学院長だっけ？あの人、勇者学院で一番偉くて、選抜クラスの担任なんでしょ？それが魔王学院の生徒よりも勇者の魔法のことを分かってないなんて、本当に型なしだよね。アノス様しすぎちゃって、あっちの生徒がちょっとかわいそうかな。アノス様され慣れてないだろうし。アノス様、いつから同志になったの？どうしよう、今、すごいこと気づいちゃった。って嫌な予感しかしないけど、一応聞くわ。何？魔剣って男の子用でしょ。魔剣ってぐらいだし。そういう意味の魔剣だったんだ。じゃ、聖剣は？アノス様って二刀流だ。キャーと圧倒的な勢いの彼女たちを見ながら、勇者学院の生徒たちはわけがわからないといった顔をする者半分、わけがわからないが屈辱的だといった顔をする者が半分といった様子である。少々驚きましたね。レドリアがメガネを人差し指で持ち上げる。しかし、おかげでよくわかりました。圧倒的な魔法の知識、途方もなく膨大な魔力、そして勇者にしか使えない魔法を操る常軌を逸した魔法技術。メガネの奥から冷たい視線を光らせ、レドリアは確信に満ちた口調で言い放った。アノス、ボルディゴード、あなたが生まれ変わった暴虐の魔王というわけですね。そう口にした途端、今度は魔王学院側の席から一斉に失笑が漏れた。ははは。あいつ、何言ってやがんだ？アノスにうまいこと答えられて、力を見せつけられたからって、動転するにも程があるだろ。ああ、白服と黒服の区別もつかないのか。目ついてんのかよ。恥ずかしいやつだな。よせよ。勇者学院なんだから、魔王のことなんてこれっぽっちも知らないんだろ。なら、知ったかはやめとけって話だよ。いくらすごかろうが、アノスの魔法には尊さがないっていうのによ。それがわからないんだろうな。人間ごときには。浴びせられた声に、レドリアは怪訝な顔つきになった。自分の予想が外れたことが意外と言わんばかりである。暴虐の魔王でないとおっしゃるのなら、彼は何者だというのでしょうか？レドリアは鋭く追求する。しかし、皇族派の生徒たちはその問いすら嘲笑った。レドリア君、でしたか？3回生の生徒、リーベストが言う。魔族の魔法に多少は詳しいようですが、魔王学院の交渉が何を表すかは知っていますか？もちろんです。魔法の適性と魔力診断の結果でしょう。図形は必ず多角型、あるいは紡星で表され、その頂点が増えるほど有料です。へえ、必ず多角型か紡星ですか。じゃ、アノスの交渉は何なんでしょうね。レドリアは俺の制服についた交渉に視線をやる。それは多角型でも、紡星でもない。10時の烙印、そんな情報は？レドリア君、あれは不適合者の烙印ですよ。暴虐の魔王から最も遠い存在、魔王学院始まって以来の不適合者、それがアノスです。あいつを魔王なんて言ったら、ディルヘイドでは鼻で笑われますよ。リーベストに続き、3回生の皇族派らしき生徒たちが声を上げた。そうそう。
つまり、お宅のところの学院長先生は、魔王学院の落第生にすらかなわなかったってことだ。まったく勇者学院っていうのもレベルが知れるよな。不適合者にやられておいて、暴虐の魔王と勘違いするんだからな。恥ずかしいったらないぜ。アノスなんて、うちじゃ誰も認めてないってのによ。さっきまでの勇者学院の態度に腹を据えかねていたのだろう。アマツさえ、俺を暴虐の魔王と断定したことで、皇族派の怒りが一気に高まったのだ。あれだけの力を持っていながら、不適合者ですって？だとすれば、他の生徒は一体どれほどの戦慄を覚えたかのごとく、レドリアーのは国利と唾を飲み込む。皇族派と俺を取り巻く空気や環境は、ここ2ヶ月ほどで醸成されたものだ。端から見ただけでは状況がつかみにくく、さすがの勇者学院も調べきれていないのだろう。こいつら、はったりこいてるだけじゃねえのか？小声でラオスがぼやく。しかし、レドリアーノは首を左右に振った。暴虐の魔王はその名を口にすることさえはばかられるほど、ディルヘイドでは尊い存在です。演技であってもこのように足ざまに罵倒し、アマツさえ不適合者の烙印を押し付けるなど、ありえないことです。だったら、なんだ、あいつらの言う通り、ディエゴ先生がただの不適合者に魔法知識で劣ったっていうのか？落ち着きなさい、ラオス。一回だけのことです。落ち着いていられるかよ。ただの魔法じゃねえ、勇者の魔法のことだぞ。ラオスが立ち上がり、俺に向かって言う。おい、お前。アノス、ボルディゴード。お前が暴虐の魔王なんだろう。その通りだ。あっさり認めたことに、ラオスは逆に警戒を強めた。どうせだから、もう一つ教えておこう。暴虐の魔王の名はアノス、ボルディゴードだ。歴史書と教科書が間違っているだろうから書き直しておけ。なんだと？さすがに勇者学院で教えられている暴虐の魔王の名までは疑えないのだろう。どう考えればいいのか、ラオスは混乱した様子だ。おいおい、見ろよ、あいつ。いつものアノスの嘘を信じかけてるぜ。知ったかはこれだからな。真に受けるなよ、不適合者の言うことなんか。そもそも、そいつは皇族じゃないんだからな。始祖の血を完全に受け継いでないんだから、暴虐の魔王が転生できるわけがないんだぞ。皇族派の生徒がヤジを飛ばす。まあ、こいつらの言うことは気にするな。俺も暴虐の魔王だと認めてもらえず、困っているところだ。そんなわけがない。と言った風にラオスは眉根を寄せる。なんだってんだ、わけがわからねえ。何も知らぬ者同士が勝手な推測で物事を断定し、そばにある真実から目を背け続ける。いやいや、なかなかどうして、愉快な見せ物ではないか。はい、みんな騒がないの。メノウが手を叩き、好き勝手に喋り続けている生徒たちを落ち着かせる。ディエゴ先生、さっきの、ネドラをこちらの出題としてカウントするので、次の出題は勇者学院の方で。そうだな。ディエゴは生徒たちから出題者を選ぼうと視線を向ける。次はどんな出題なのか胸が躍るな。今度は正解を間違えてくれるなよ。そう口にすると、ディエゴは表情をこわばらせた。アノス君、そんなこと言っちゃダメよ。ディエゴ先生だって、さっきはたまたま間違えただけだわ。まさか勇者学院の学院長が勇者の魔法を間違えるなんて、そんなことありえないもの。ねえ、先生。さっきの意趣返しとばかりにメノンはディエゴに言った。なかなか心得ているではないか。5本。少し予定が押しているな。レクリエーションを続けたいところだが、次の授業へ移った方が良さそうだ。これ以上ボロが出ないうちに逃げようというわけだ。勇者学院は逃げるんですか？そう。せっかく盛り上がってきたってのによ。今なら正答率は同じで引き分けって魂胆だろ。汚ねえよな。これ以上続けると自分たちが負けるからって。だいたい、あっちは先生からして正解を間違えてるんだから、どうやったって負けだろ？さすがは魔族、我が同胞と言うべきか。実に煽り方が直球だな。くだらぬことを言う。そんなことにこだわるなら、我が学院の負けでいい。すると、ハイネが言った。先生、僕はもう少し、続けたいな。勇者学院のプライドも、少しは見せておかないとね。
ディエゴは教壇を下り、つかつかとハイネの席へ歩いていく。そうして、小声で彼を叱りつけた。魔族ごときの前で、これ以上、俺に恥をかかせる気か。ハイネは面食らったような表情を浮かべる。ディエゴがキビスを返すと、彼は諦めたように肩をすくめた。授業を再開する。取り繕ったような低い声で、ディエゴは言った。くはは、なんだあれは。あまりに小物すぎて、ハイネたちがかわいそうになってくるほどだ。あれに比べれば、エミリアの方がまだ教師らしい気さえしてくるな。次回は、魔王学院の不適合者、第85話、見学、第86話、学院別対抗試験、高評価、チャンネル登録、お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。